はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。今日はですね、前回ポッドキャストをお休みさせていただきまして、なぜ休んだかというと、ゴールデンウィークだったので、ちょっと忙しくてお休みさせていただいたんですけど、今日はそのゴールデンウィーク、私は何をしたのでしょうかと振り返っていきたいと思います。はい、ゴールデンウィークの振り返り。今年のゴールデンウィークはね、最大で9連休だったんですよ。9連休。すごいよね。9連休で、始まりは29日、4月29日、30日お休みで、1、2は休みじゃないのよ。1、2は休みじゃない、普通の平日。だけど、ここは結構もう有給を取ってる人がかなりたくさんいて、私の旦那さんも有給を取ってたので、1、2も休みになってました。で、1、2があって、で、3、4、5、6、7まで休み。3、4、5、6、7。そう。なので、一番長い人で9連休で、短い人は、5連休になるってことなのかな。はい。ってな感じでした。もうね、すごい人がいっぱいいたのよ。もうどこに行っても、いつものなんか3倍ぐらい人がいて、結構びっくりしましたけど、やっぱりゴールデンウィークじゃなくて、コロナが終わって初めてのゴールデンウィークって感じだったので、海外に行く人もいれば、国内旅行する人もいて、東京観光、ショッピング、飲みに行ったり、いろんなことをする人がいて、街はかなり賑わっていました。私は何をしたかというとですね、まず29、30はね、何をしたんでしょうか。もう忘れた。29、30は、私は普通にね、仕事があったんで、普通に仕事しました。で、30日の夜に、旦那さんとキャンプグッズを買いに行ったんですよ。お台場に。そう、私が運転して、すごい怖かったんだけど、お台場まで運転して、キャンプグッズを買って、椅子とか買ったんですよ。うん。で、1日も仕事してた。1日普通に仕事して、2日、3日でキャンプ行ったのかな。そう、2と3で私はキャンプに行きました。急遽ね、私の友達、大学の時の友達とキャンプ行こうよって話になって、で、大学の時の友達は女の子なんだけど、その子の旦那さんが、私の旦那さんと年同じ年齢で、なんか結構趣味が合うみたいな、お互いすごいゲームが好きで、結構話が合うから、いいねって言って、じゃあ行こうって言って、キャンプ、急遽ね、ゴールデンウィークギリギリ予約取れたから行こうって言って行って、箱根の芦ノ湖キャンプ村っていうところですね。はい。箱根結構大きい湖、芦ノ湖っていう大きい湖があるんだけど、その近くのキャンプしようってことですね。はい。箱根なんてね、車で1時間ぐらいでもうあっという間に着くんですけど、なんとここで事件が起きまして、はい。旦那さんがですね、高速を運転してた時にですね、後ろからね、なんか、ウィーンみたいな音がして、ウィーンみたいな音がして、なんだなんだと思って、パッて後ろ見たら、なんと、パトカーが私たちの真後ろにいたんですね。あれってなって、私は最初、パトカーだと思って。なんか、ね、誰か捕まえるのかなと思って、こう乗ってたんですけど、ずーっと、うちらの車の後ろにいてですね、さあ、この車止まりなさい、みたいな感じで、警察のなんかアナウンスが聞こえてきて、なんかそこの白い、なんとかなんとかの車みたいな。私の車は白い車なんで、白い車止まりなさい、みたいな。止まってくださいだな。警察丁寧なんで、日本の警察。止まってください、みたいな。スピードを落として止まってくださいって言って。で私びっくりして、これうちらじゃんって言って、旦那さんに、おい、お前捕まるぞっつって。で、旦那さんも、俺みたいになって、俺のことみたいになって、で、急いで、パトカーの一緒に止まって、そしたらどうやらスピード違反。スピード違反
惰性スピード違反と、あと追い越し車線を長い間走ってたため、この2つのポイントで捕まりました。追い越し車線っていうのは、まず追い越しっていうのは車を、追い越すんですよね。追い越す。はい。前の車が遅いとか、トラックの時に、車線を変更して、その前に出るってこと、追い越しって言うんですけど、高速道路には追い越しするための専用の追い越し車線という、道路があるんですけど、そこを旦那さんは長いこと走ってたので、ダメです。それはルール違反です。あと、スピードがなんか120キロぐらいでしたので、ダメですって。日本の高速はね、100キロなんで、まあね、運が悪いね。っていうのも、普通に旦那さんは前の車に、と合わせて運転してたのよ。だから前の車も追い越し車線走ってたし、120キロ以上出してたわけよ。なのに旦那さんだけ捕まってしまって、運が悪いね、と思って。いや、めっちゃびっくりしたけどね、最初。でもなんか、旦那さんが警察に連れられて、書類を書いて、なんかこう、いろいろ質問とかされてる姿を見て、なんか笑いがこみ上げてきてまず写真撮って、友達に、キャンプ一緒に行く友達に、ごめん、みたいな、ちょっと遅れるかも、つって、写真だけ送って、大爆笑ですね。マジかよ、つって。で、ゴールデンウィークだから結構警察が多くて、ルールが厳しくなってたみたいなんですよね。うん。はい。でね、罰金1万8000円だっけな。1万8000円取られたみたいです。旦那さん。どんまいどんまいって。はい。もう大丈夫かよ、このキャンプと思ったんですけど。警察もね、やっぱすごい丁寧なの。こっちがスピード違反してんのにさ、なんかちょっと止まってくださいとか、このところに名前書いてくださいとか、なんか、遅れないように、罰金の支払い遅れないようにお願いしますとか、なんかすごい丁寧で、なんか、すごい、なんか申し訳なくなっちゃったよね。こっちが違反してんのに。はい。キャンプはね、めちゃくちゃ楽しかったです。はい。キャンプは超楽しかった。箱根の近くなんで帰りに温泉に行って、はい、夜はね、焚き火をしたり、トランプでゲームしたり、なんか、カップラーメン最後に食べてみんなで寝るみたいな。すごい楽しかったですね。はい。そんな感じのキャンプが終わって、その次の日はですね、私のレッスンの生徒さんが日本に、東京に来ていたので、一緒に下北沢でショッピングしました。はい、これも超楽しかったですね。結構服の趣味が合う人だったので、お互いなんかこれがいいとかこれじゃないとかいろいろ話し合いながら、私は T シャツを2枚買いましたね。下北沢ね、古着の聖地って言われてて、古着屋さんがたくさんあるんですけど、超おしゃれ。本当に超おしゃれ。もう店員さんも可愛いし、なんかびっくりした。下北沢ね、おすすめですね。で、その次の日はね、友達とランチに行って、次は吉祥寺だね、行ったの。吉祥寺に行って、友達、また大学のね、同級生とランチして、なんかその一人の子がね、もうすぐで子供が生まれる。もう来月で子供が生まれるから、最後にね、頑張ってねっていうことで行って、吉祥寺でランチしてって感じで。はい、そんな感じ。で、もうそしたらもうあっという間に金曜日でしょ。で、土曜日は普通に一日中仕事して、日曜日はもう疲れたので、ちょっと仕事してダラダラしてたみたいな感じですね。はい。ゴールデンウィーク満喫しました。本当に仕事だけする予定だったんですけど、嬉しいことに予定がいくつか入りまして、バタ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 してましたね。でもゴールデンウィークが終わった後のね、仕事に押したくない、皆さんのね、会社に行きたくないみたいな気持ちがね、ツイッターでね、トレンド入りしてましたけど、はい。5月病がそろそろね、皆さんもう発病するんじゃないですかね。5月病っていうのはなんか何もやりたくない気持ち。大体ゴールデンウィーク終わったあたりから5月病を発病するね、人が多いんですけど、何もやりたくない。もう無気力みたいなものですね。はい。で、大体会社辞める人も多いですね。もう大体新卒が、4月ぐらいに入って、5月のゴールデンウィーク明けて、会社を辞めるっていう新卒がどんどん出てくる時期かなと
思います。はい。皆さん頑張っていきましょうね。はい。ということで、終わり。はい。まあ来週は、ポッドキャスト作れるともう頑張ります。まあ来週はね、私、屋久島に行くので3日間。ちょっとまたなんか編集する時間が取れるかも、ちょっと怪しいところなんですけど。まあ、頑張ります。屋久島行ってきます。はい。そんな感じで、今日はゴールデンウィークのお話でした。はい、今日話した話またトランスクリプトを作りますので私の、ウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。あと Patreon こちらのメンバーも募集しております。Patreon では、ボーナスコンテンツのお休みポッドキャストをフルで聞けたり今回のエピソードの新しい言葉とかフレーズについて説明してたりするのでぜひチェックしてみてください。あと会話レッスンとシャドーイングコースの新しいメンバーも募集しております。はい、そんな感じでちょっとね今月はねめちゃくちゃ忙しそうなんですよ私。はい、まあゴールデンウィークも忙しかったし次は屋久島行くでしょ。はい、今週ね結婚式も入ってね友達の結婚式があって、まあ、ゼルダ発売するでしょゼルダ発売するからちょっと忙しくなるでしょ。で来週屋久島でしょ。でその次の週はね親知らず、まあ一番奥の歯ですね、いらない歯を抜くんですよ。やだーって感じなんですけども、はい、抜くのでちょっと 2,3 日ぐらいレッスンができなくなるかもとか思ってちょっと不安なんですけど、まあ、もしね親知らず抜いてもう離せないぐらいちょっと腫れたり痛くなっちゃったらもうその時はもうゼルダをやるしかないかなって思ってますやりたいだけだろお前って感じですけど、はいそんな感じでまあゼルダ楽しみだね。はいということでまた次回さよなら。